青子は先の公言通り、職員室に寄らずに帰路に着いた。山城の帰りは車で送るよという提案には心揺さぶられるものがあったが、せめてもの報復として彼の休日にも共倒れしてもらうのはどうかという案の方が何倍も魅力的だったからだ。足音を立てず昇降口に行き、真っ赤な傘を開く。朝の予報通り、正午を過ぎて雨は小降りになっていた。この分ならあと1時間ほどで止むだろう。青子は帰宅するのと入れ替わりで、遠くの空に見えた日差しがやってくることになる。それも悪くないか。肩をすくめて観念する。雨は好きでも嫌いでもない青子だが、赤い傘を開いて歩くことにはちょっとした楽しみがあるからだ。教師たちが揃って派手めを嫌う三崎港において、青子の赤い傘は珍しい色と言える。一時期、青崎の傘は昔は白かったなんて語り出しの怪談が流行ったが、その話ではお化けの代わりに青子が活躍しているらしい。そんな曰く付きの傘を開いて、青子は三崎町の駅に向かう。彼女の通う私立三崎高等学校は、その名の通り三崎町にある。昔から大部分が畑と森だった三崎町だが、ここ10年、高度成長期の勢いで急激に近代化が進んでいた。自然に満ちた三崎町を残すべきではないかという声もあったが、残すことには賛成ですが、それでは残すだけになってしまうでしょう。なんて市長の一声で少数派は鎮圧。長期計画で新しい町づくりが始まった。大事やな。それってすごい大事やな。都市開発には十分すぎる金額が集められ、わりかし普通の町だった三崎町はわずか10年で三崎市を代表する町になったのである。もっとも近代的な面では隣町にある八代木に一歩譲り、エレガントさもこれまた隣の三崎岡に一歩譲る立ち位置だ。それも当然よね。どういじくってももともとが山中の宿場町だし、山ごと切り崩すって言うんなら別だけど。都市化が進んでいるのは平坦な駅周辺だけで、丘や山は10年前のままだ。昔ながら三崎町なんてものは住民が守らなくても資金の枯渇が守ってくれたらしい。かくして三崎町は都心の人間がやってきても、あまり田舎っぷりに呆れることだけはないという実に半端な地方都市になりつつある。そんな三崎町の中にあって、三崎港は開発以前からあった私立高校である。今あるのは第二校舎で、50年前に建てられた初代校舎はさらに登った山の中。遠い、坂道がきつい。それ以前に通学路が獣道と化している。などなどの理由で20年前まで並行していた三崎高校だったが、三崎市に本拠地を持つ某デパートグループからの寄付金をもとに新校舎を設立。かくして森の校舎は旧校舎として忘れ去られることになり、三崎高校は再び学舎として開かれた。しかし実のところを言えば、三崎高校の生徒の多くは三崎町の住人ではない。この田舎町に住んでいた善良で素朴な人々は、私立高校より県立高校を望んでいたからである。何を隠そう、青子もそういった人種の一人だった。彼女には中学卒業とともに上京して、国立大学を目指しながらライブハウスを毎日はしごして回るというつつましやかな野望があったのだ。そんな彼女の夢も、姉の抜け駆けで台無しにされてしまい、
何の因果かせっかくの創立記念日に真っ赤な傘を差して歩いている。思い返してみると、私の人生ってなんか災難続きっぽい。12月を前にした寒さの中、一人きりでそうつぶやく。でもいっか。退屈だけはしないわけだし。語尾をかすかに弾ませて学校を後にする。緩やかな坂道を下ってしまえば、そこはにぎわいに満ちた人々の住まう町だ。三崎町の駅は真新しい。かつては廃工場にしか見えなかった駅は、今では東と西に巨大デパートを持つ複合建築に作り変えられていた。このデパートができた時、青子も近代化万歳と友人たちとはしゃいだものだが、この建物もあと何年かすれば時代遅れになるのだろう。これといった買い物はないのでデパートを通り過ぎる。本当は喫茶店にでも寄って体を休めたいところだが、一人だけで無駄遣いをするとまた同居人がへそを曲げかねないので我慢して。振り返って目をしばたたく。一瞬視界の隅に赤いドレスの何者かを見た気がした。どうやらいつもの勘違い。背筋には第六感じみた悪感があるけど、それも慣れたものだと受け流す。全くもって何事もなかったかのように振る舞って、青子はいつも通りの帰路につく。ほどなくして背中の悪感は消え、街の喧騒だけが耳に残った。大きくため息を一つ。まったく気のせいにしても気持ちのいいものじゃない。夏場の方ってもう少し節度をわきまえていることもないかと愚痴をこぼす。波乱万丈、商売繁盛、諸行無常と。そうそう、忙しさに愚痴を言っても始まらないわ。鬱陶しいけど夏場に乾いて当然だし、甘い果実に虫が寄ってくるのはまあ正しい価値観だろうと納得する青子だ。油と熱のこもった厨房は一時休眠に入っている。本日も無事昼の修羅場を乗り切った。あとは夜の混雑さえ乗り切れば誰もがコックコートを脱いでしまえる。そんな激戦を終えたばかりのキッチンでポツンと立ち尽くすアルバイトが一人。これ着るんですか？新人らしく不安そうな声で尋ねる。気持ちはわかる。俺もどうかと思うけど、店長の言うことだからもう笑顔で乗り越えてくれ。これも商店街の明日のためなんだとよ。本気で申し訳ないんだが、雨も止んだしなんとか行ってきてくれないか。無事帰ってきたら晩飯おごってやっから。眩しいオレンジ色の制服を着込んだ先輩は本気で済まないと手を合わせて無理難題を押し付けた。10年前、三崎市は畑と森の町だった。今は開発が進み、駅前にはビルディングが立ち並び、住宅地にも2階建て以上の建築が増え、
かつての田園風景は駅から離れないと見られない。そんな中、都市部においても昔ながらの面影を残しているのがここ、三崎市のエアポケットと言われる白犬塚である。ひときわ高い丘に敷かれた長い坂道。人々の生活の中心である駅から離れた昔ながらの住宅地。その昔、三崎では高い土地に住居を構えるのは良くないこととされ、一定以上の高みに住む人間はいなかった。町の中心にそびえる丘、この白犬塚もその例外に倣い、ここから先に民家は見られない。アスファルトの坂道は永遠と続くものの、やがて森に閉ざされ、あとは山道のごとき道が続くだけ。坂道の途中にポツンと置かれた自動販売機は、さながら町と丘の境界線のようだ。新しい遊び場の開発に余念がない子供たちでも、この先は何もないと知っている。いや、正しくは、この先にはあのお化け屋敷しかないと知っている。長い坂を青崎青子は登っていく。眼下には三崎町の景観が広がっている。おもちゃの風景のように均等の取れた街並み。陰性でいいのかな。これで近くに海でもあれば絵になるが、残念ながら三崎市は山中の町である。雲は未だに曇天だが、晴れた夕暮れ時、ここの風景は素晴らしいものになる。それだけで坂道を登る苦労も報われるのだが、今日はその報酬の影すらなかった。雨の日は自転車も使えないし、1日に2回ぐらいバスでも通ってくれないもんかな、ほんと。この坂道を通学路にして時期2年になる青子だが、辛いものは辛いらしい。あれ、鍵閉まったまま？アリス、まだ帰ってきてないんだ。青子はやれやれと肩をすくめて古びた鉄柵に手をかける。重苦しい鉄の門は静かにこの年若い少女を歓迎するように開いていった。丘の上にはお化け屋敷が建っている。それは三崎町に古くから伝わる昔話。そして町の近代化に合わせるようひっそりと蘇った最新の噂話。例えば、もう何年も前に朽ち果てた廃屋なのに、夜になると明かりが灯ったりする。例えば、丘の上に無数のカラスが集まっては消えていく。例えば、霧が深い日は子供が迷い込んで神隠しに遭う。例えば、深夜に叫び声しか聞こえない快音が住宅地にまで響いてくる。これは青子的に不名誉な噂なので改めたい。あと、たまに目を疑うような高級車が坂道を登っていく。噂は日に日に種類を増していた。そんな感じで朽ちたはずの丘の上の洋館は数年前から息を吹き返していた。人々の寄りつかない丘のただ中。昼なお暗い森に隠された廃墟。おとぎ話に出てきそうな時代に取り残された魔法の残滓。それがこの久遠寺邸。三崎町の誰もが知っている丘の上の魔女の家。わけあって青崎青子が下宿している正真正銘の幽霊屋敷なのだった。
言うまでもなく幽霊屋敷というのは俗称である。久遠寺邸はとある経緯でイギリスから運ばれてきた由緒正しい洋館だ。寮にするほど広くはないけれど、家にするには広すぎる。普通の住宅が3つほど入りそうな本館とぐるりと囲む庭。庭の四方には鉄柵が高くそびえ、丁寧にいばらめいた植物のつるまで絡みついている。おまけに本館から離れた高台には別館まで完備している念の入れよう。これだけ徹底していれば尾ひれがつくのは致し方ない。町の住人からすれば不自然に豪勢な館が丘の上に立っているだけで不気味だろうし。誹謗中傷、誤解圧力は有名税みたいなものだ。しかも住んでいるのは2人だけなのだから、その住人は吸血鬼扱いされても文句は言えまい。ま、私はともかく、アリスはそういうのやりかねないし。玄関に手をかける。真鍮の鍵が似合いそうな両開きの扉には、しかし鍵穴などという無粋なものはない。青子は片手で扉を押し開き、幽霊屋敷と称される館の中へと入っていった。ところで、吸血鬼云々はともかく、幽霊に関しては状況次第で出ないこともないという。